皆さんこんにちは、ザッピーです。今回はジョージ・ハリスンが、作曲の時にですね、間違いなくこだわっていた、それで好きだった、で極端な言い方癖でもあったんじゃないかと思うような、作曲方法で、ギターの D というコードをですね、ベースにした、曲作りということを少し、遊びながらに振り返ってみたいと思うんですね。遊びながらにっていうのは、おそらくジョージ・ハリスンも真剣にこれやって作曲してっていうよりもですね、いつも先ほど言ったような手癖のようなね、習慣性の中でやってたらばどんどん曲ができてきたというような作業だったんじゃないかというふうに、僕は思ってるわけなんですね。なんでふざけて言ってるわけじゃなくて、遊びの中でできてしまうような感覚でジョージ・ハリスンはいつも曲を作っていて、それが名曲になっていたんじゃないかという話を今日はね、ちょっとね、やってみたいんですよ。自分のファンとしての思い込みの部分が大きいので、全く正しいかどうかは分かりません。あくまでも僕が思ってることだというふうに考えて、聞き流す感じでね、ご覧になってください。こちらをご覧ください。はい。まずはですね、ちょっとジョージ・ハリスンが語ってることがありまして、D コードのあたりで指を動かしていると、ああいうちょっとしたメロディーが出来上がるわけだというふうに言ってるんですね。で、ああいうちょっとしたメロディーっていうのがこれから説明したいとこなんですけれども、それがだんだんスリルになってきてさ、あと何曲 D コードの周りでできるかってさ、ヒアカムザさんみたいにねっていうふうにジョージ・ハリスンは語ってるわけですね。で、このインタビューを語った時の、トピックというのが If I Needed Someone だったんですね。なので If I Needed Someone 自体が D コードをいじってたらば出来上がった曲だと。で、このような感じで If I Needed Someone のような感じであと何曲できるかなというふうに考えていて、実は Here Comes the Sun もそんな感じで出来上がってるんだよっていうふうにジョージ・ハリスンは言ってるわけですね。つまりジョージ・ハリスン自身もこの D というコードを使ってですね、D というコードの形ですね、形を使って曲を作っていると、若干ちょっと遊びがてら作ってるような感覚で語ってるので、おそらくそういったね、習慣性っていうのを自分で完全に認めてるわけですね。で D コードというのはおそらくギターをやる方は、間違いなくご存知だと思うんですが、この形ですよね。これが D というコードなんですけれども、ここに指3本でこうやって弦を押さえてるわけですね。で、ジョージ・ハリスンは本当にこのカポタストっていうやつを使うのが好きで、カポタストって何かというとですね、音程を高くして弾くことができたり低くして弾くことができたりするようになるわけなんですね。具体的にちょっとやってみますと、例えば D というコードはこの音なんですね。で、ちょっとこれをじゃあ、そうですね、3フレットぐらいにカポタストをつけてみますね。そうすると、同じ D のこの形で弾くと当たり前ですけど、こういうふうに音程が上に上がるわけですね。で、このようにしてジョージ・ハリスンは自分の音程に合わせた歌い方を当然するわけですけれども、わざわざこの D というコードをですね、形にしたいがために、手でこの形を作りたいがためにカポタストを使っているというような部分も往々にして見受けられます。本当にジョージ・ハリスンはカポタストをよく使うんですよ。おそらくジョージ・ハリスンのコピーやってる方は間違いなく知ってると思うんですけどね。で、カポタストを使ってわざわざ D というこの形を使って作った曲が、まず If I Needed Someone や Here Comes the Sun があるんですけれども、これは7フレット目にカポタストをつけてるんですね。で、7フレット目にカポタストをつけて、ちょっとやってみますと、当然音程は上がりますよね。それで D を弾くと、こういう風にかなりさっきよりも上になってきますね、音程がね。で、If I Needed Someone は、知ってる通りですけれども、これが If I Needed Someone のパターンですよね。これも、使ってる弦っていうのは、こことこことこの弦で、一番上の弦を時々後になって弾いてくるという具合なので、最初はここの押さえとこの指をですね、こっち側に持ってきたりして、
変えてるだけなんですよ。この形を少しいじってるだけなんですよ。だから先ほどジョージ・ハリスが言ったように、この D コードのあたりで指を動かしていると、ああいうちょっとしたメロディーが出来上がるわけだっていうふうに、まさしくその通りなんですね。この指をちょこちょこ動かしてるだけなんですよ。じゃあ、ヒアカムザさんはどうかっていうと、これも同じ7フレットカポタストで D でやってるので、音程はそこで同じなんですよね。これで同じなんですよ。もうすでに馴染みのある音が出てますよね。これで始まるわけです。もう全くと言っていいぐらい親戚みたいな曲ですね。指を動かしているのはほとんどこの周りだけで、弾いている弦もほとんど同じです。ただ順序が変わってるだけみたいな話なんですよ。それでこの2曲の名曲が出来上がってしまってるということなんですね。続けてやってみると似た感じがよくわかると思います。ほとんど同じ音が出ているわけですけれども、弾いている順番をちょっと変えてるだけという、僕はそう思いますね。はい。で、その他にもあるわけなんで、ちょっと続けてご説明します。次、Isn't It a Pity ですね。これもそうかっていう感じなんですよ。これは5フレットにカポを落とします。ちょっと待ってください。はい、落としました。そうすると D の音程は下がりますね。で、これはどういうふうにこの D という音を使ってるかということなんですが、これは実にですね、簡単って言えば簡単なんですが、もうヒアカムザさんのまあ親戚みたいな感じですね。この指をこっからこっちに落として、で開放弦にしてあげて、また上がるっていう感じを最初はやってるんですよ。やってみますね。どうでしょうか。もう今は単にこの指をこっちに下ろして戻してきただけなんですよ。ですけれども、これが、Isn't It a Pity のパターンとしてもう我々知っている音ですよね。もう一回やってみますね。で、コードで表すととても複雑に見えるんですが、やってるのはこれだけなんですよ、実はね。この指を動かして戻ってきてるだけ。まあ、ヒアカムザさんの指の扱いにとても似てますね。これの指の動かし方と結構似てます。この指は同じようにこことここと開放弦なので、この3弦目の押さえ方を変えてるだけなんですね。で、Isn't It a Pity の方はここから下がって帰ってくるだけなので、おそらくジョージ・ハリスンはヒアカムザさんを多少こねくってみたら感じよくなったっていう風に感じてるんじゃないでしょうかね。というのが Isn't It a Pity なんですよ。それから次ですね、Give Me Love。これも綺麗な曲ですね。これは3フレットにカポで D の音で弾いてますね。これは聞いたことがあると思いますけどね、皆さん。こういうイントロで始まりますよね。まさにこれがこの3フレットカポの D の音なんですよ。で、これも、この一番下の 1弦目のですね、指をチャカチャカ動かしてるだけなんですね。まさにジョージ・ハリスンが言うように、指をチャカチャカ動かしてるというと出来上がるメロディーということなんですよ。聞いたことありますよね。で、もっとちょっとユニークなのが、これはですね、サビのところがありますね。ここはちょっと覚えがあるんじゃないでしょうか。とてもね、綺麗なサビが来ますよね。ミドル8っていうところですけれども、これはジョージ・ハリスンが、D でですね、同じように
この1弦をですねチャカチャカ動かして作ってるんですね。コードは、実はサムシングのように変わっていくんですけれども、 D から D メジャー7 D7 っていうふうに変わっていくんですね。全く同じですね。これと同じコード進行を使ってサビを作ってるわけですね。という具合で、今日はこの4曲をですね探してみたんですけれども、おそらく探せばまだ出てくるんだろうと思いますね。トラベリング・ウィルベリーズの中でも D というコードをですねうまく使って作ってる曲も何曲かあったような気がするんですけどね。いずれにしても、ジョージ・ハリスンはですねこの D というコードを先ほど申しましたように手癖のようにですね使って曲を作ってるわけですね。で、おそらくギターを弾いてる人は、ちょっとね言い過ぎかもしれませんがご理解いただけると思うんですが、何かというとこの D のコードをこのように味付けして曲を作る、メロディーを作るというのはおそらく初歩的なギターの弾き方、かなり簡単な、すごい辛辣な言い方をすれば幼稚っぽい弾き方と言ってもいいんじゃないかと僕は思います。日本でね70年代頭とか60年代後半くらいのいわゆるフォークミュージシャンですね、彼らがものすごいよく使ったやり方ですよね。 D でチャカチャカ音を出して、曲のねアレンジをする。誰とは言いませんけど、あとはね本当に多くの人が使ってた手法だと思います、フォークギターで。それをジョージ・ハリスンが堂々とやってるわけですけれども、仮にですけどね、じゃあこういうふうに手の内が分かってきて、そんなの俺でもできるわって言ってやられてしまえばね、俺でもできるっていうふうに言われやすいんですけれども、でも曲をねしっかりと名曲にしてしまうという作業に関してはやっぱり作曲の能力ですので、どんな奏法であれですねそれはあんまり関係ないっていうか全く関係ないですね。ただ、ギターを弾く身からすればですねきっとこれが分かると、ジョージ・ハリスンもこういう基本的なことをやってあれほどの曲を作ったんだなっていうのが分かってきて、むしろ身近に感じて面白いんじゃないかと。でむしろ自信が湧くんじゃないかと。でやはりね名曲っていうか作曲というのは何も技術じゃないんだと。やっぱり本人が持ってるメロディー感覚というものがね一番大事なんだっていうのが逆によくわかるんじゃないかというふうには思いますね。実はねジョージ・ハリスンってこの D の手癖 D の遊び方以外にも E E というコードのね遊びもやってるのがあるんですよ。もしね時間があったらその E のね遊びというのもいずれね取り上げてみたいかなとは思ったりします。ということで今日はジョージ・ハリスンの作曲の習慣ということで D というコードにものすごいジョージ・ハリスンは執着を持ってやっていたと。わざわざ D の形をね、作るためにカポタストを使ってその、演奏をしてたんだと。D というコードの周りで演奏してたんだというのがちょっと分かっていただけたんじゃないかと。知ってる方もね多かったと思いますが、以上でございました。失礼します。